この間気筒数マウントおじさんに会っちゃった。排気量マウントと並ぶ2大マウント巨頭ですね。あ、ペンタロウさんだ。アナゴさんにチュン太郎さん。ニキトってなんでバカにされがちなんだろうね。バカにする方がバカだからじゃない？とはいえつつかれやすい特性もあるんでしょう。じゃあ突っ込まれやすいニキトバイクについて特徴と理由を整理してみようか。こんにちは、ペンタロウです。幸運期だの安物だのなぜかディスる人が多いニキトバイク。なぜそんなことになっているのか詳しく掘り下げてみます。1、ニキトのネガティブ面。音がそうでもない。ニキトってあんまりいい音してるイメージないね。大抵ダダダダという感じです。どこどこいうパワフルな音でもなく、かといってスムーズ感もないよね。ヒューンっていうシルキーな感じでもない。そんなこんなで特徴は薄めですね。幸運期みたいっていう人もいるよね。幸運期はむしろもっとワイルドでいい音かもしれません。いずれにしてもニキトの音が好きじゃないという人は結構いるイメージかな。4気筒もいい音とは限らないけどね。エンジンによるからね。単気筒も鼓動感があるのはおよそ 400cc 程度以上です。2気筒も大排気量 V ツインなんかはかなりいい音するし。まあでも2気筒はダダダイメージが定着してるんだろうね。いい音感があるものが少ないことによるんでしょう。値段がリーズナブル。4気筒バイクって値段高めだよね。気筒数が少ない方が部品少なくなって安くなりがちです。確かにおおむね2気筒単気筒と安くなる。安いのはいいことだよね。ただマウント勢にとっては安いイコールディスりになりがち。2気筒なんて安もんだろ、俺っち4気筒だから高級だぜ、へっへーっていうタイプですね。どこの世界にもそういう人いるよね。そんなわけでコスパに優れるがゆえに逆に見下してくる人がいるわけだ。高回転の感能性が少なめ。2気筒は高回転側に強くはありません。弱くもないけどね。超高回転は4気筒とかになるよね。エンジンの構造上当然そうなる。高回転ヒューンと回すのが気持ちいいけど、2気筒はそういう感じじゃありません。回るんだけどどこまでも吹き上がっていくような感能性みたいなものは薄めかな。その分低回転も反応が良いですし、バランス型ですね。それゆえ個性が薄めのイメージを持たれがち。鼓動感はあまりない。単気筒のような心地よい振動は感じにくいです。エンジンの燃焼間隔が単気筒より短いからね。低回転側も特徴が薄いんだね。排気量の大きい V ツインなどはなかなかの鼓動感があります。ハーレーとかだね。多くの2気筒エンジンはそっち系じゃないから低回転域もまた個性薄めのイメージがありそう。2気筒以外は単気筒。単気筒はエンジンが大きめだと独特の鼓動感があって人気だね。これで個性あるよね。単気筒だからとバカにする人はあまり見かけません。人のバイクディスリマンは大排気量の人が多いから排気量帯が競合しないのかもね。 1000cc 単気筒とかないもんね。あったら乗りたい。ただフルカウルバイクになると途端に単気筒がディスられます。過去モデルの CBR250R が有名どころかな。ジクサー SF250 も単気筒だっけ？鈴木は単気筒動向より鈴木としてディスる人がいます。まあ鈴木好きは耐性筋で動じないから大丈夫。逆に単気筒乗りが2気筒をディスることもなさそうですね。ディスリマンは単気筒乗らないでしょ。6気筒。6気筒バイクって夢があるね。BMW K1600GT GTL が直列6気筒です。BMW は四輪の M3 シリーズとかにも直録載せてるね。だからバイク用も開発できるんだろうね。直録エンジンは四輪でもメルセデス AMG E クラス、マツダ CX6080 とか現行車ではかなり少ない。マツダはこの時代に新しく直録を開発するとか相変わらず変態道を突き進んでいます。変態プリはヤマハに似てるね。ホンダゴールドウィングは水平対向6気筒エンジン。水平対向エンジンはポルシェとスバルぐらいしか使っていません。スバルはもう6気筒はなかったよね。だから現行水平対向6気筒はポルシェとゴールドウィングだけじゃないかな、多分。6気筒は排気量的にも値段的にもマウントしようがないでしょうね。3気筒。3気筒ってレアだよね。ヤマハの900かトライアンフの一部かくらいです。
2気筒をバカにする人たちは3気筒乗ったことないかもね。3気筒所有歴がある人はいろいろなバイクの経験値が高い人が多そうなので。経験値高いほど酸いも甘いも知ってるからね。まあ経験値高いと頭ごなしにバカにしたりしないだろうね。気筒数マウントの人は多分乗ったことないのでよくわからないから絡んでこないんでしょう。4気筒。4気筒をバカにする人は少なそう。というか2気筒をバカにする側が4気筒信者でしょ。4気筒信者が2気筒をバカにする構図がスタンダードです。低排気量4気筒車は単気筒や2気筒と比べるともっさりしてるから大変そうだなぁとは思われてるかもね。4気筒車は重いしね。エンジンの特性上どうしても初動はもっさりしがちです。回してなんぼだからね。燃費も悪いよね。悪いですね。ストップ&ゴーが多いと特に悪くなりがち。単気筒や2気筒は走行シーンで燃費の開きが少ないです。あと4気筒は無駄に熱い。熱いの多いね。エンジン自体のボリュームが大きいですし、横にも広いので排熱経路の影響もありそうです。猛暑でも乗れる4気筒車は数少ないね。数々の辛いところがある4気筒車なので、実際は哀れみの目で見られていることもあるかもしれません。4気筒が2気筒をバカにして2気筒が4気筒を哀れんでる構図かな。普通の人はいちいちバカにしたり哀れんだりしている暇もないけどね。3、2気筒の素晴らしいところ。2気筒のいいところをざっとまとめてみようか。行ってみましょう。まず速いね。公道ではおよそ一番速いんじゃないかな。ドドドドって加速するよね。ミドル以上の2気筒ならかなり瞬発力あるからこの加速感はやみつきになる。4気筒は回転上げてロケットスタートしないともっさりしがちです。 1000cc クラスはさすがにもっさり感ないけどね。でも 1000cc2 気筒のアフリカツインの方が抜群にスタート早いよね。単気筒も 400cc 以上くらいになると初速結構速いです。選択肢少ないけどね。ホンダの GB500 は出るのかな。出そうだけど日本で売るかも含めて未確定だね。2気筒の長所は速さ以外に軽さもあります。 MT-07 とか鬼軽いよね。700cc クラスで180キロ台と驚異の軽さ。4気筒の CB650R は205キロなので20キロ軽いです。軽ければ扱いやすいし瞬発力もそれだけ高くなるからおおむねいいことが多い。値段も安めだしね。比較的リーズナブル。4気筒に比べれば部品点数少ないし必ずしも安いとは限りませんが一定の傾向はあります。マッチする排気量帯が広いのも魅力だね。 250cc から 1000cc オーバーまでどこでも行ける感じ。実用性を考えると 300cc 前後より上は2気筒がベストかな。 1000cc くらいまでは2気筒がバランスいいですね。それより大きくても OK だから隙がないね。 V ツインならフィーリングも素敵です。 V ツインいいよね。270度クランクも V ツインに近いけど高回転爽快じゃないからやっぱり V 型が下から上まで気持ちよくて好き。 V ツインの素晴らしさを知っていると到底2気筒をバカにはできないでしょう。2気筒をバカにする人は知見が浅い人だろうね。いろいろ乗ってると2気筒の良さがしみじみわかるもんね。バカにする人がいたら経験値低いのねと思ってやり過ごせばいいかな。実際そうですし温かい目で見守ってあげましょう。バイクは自分が好きだと思うものを選べばいいし自分の好み以外を否定したりバカにする人は器の小ささを露呈してるだけだからやめた方がいいと思う。排気量マウント、気筒数マウント、お値段マウントなどマウント税に真面目に取り合わない方がいいですね。台数マウントっていうのもいるらしいよ。俺っちバイク5台も持ってるんだぜ。君何台持ってるの？そう1台しか持ってないんだ。バイクはいろいろ持ってた方が楽しめるからもっと買いなよっていう人たちですね。だいぶめんどくさいやからだね。そういえばペンタロウさん20台くらい持ってるから台数マウント税が来ても撃退できるね。撃退どころかオーバーキルしちゃいますね。とりあえず今のところ自分より多い人に会ったことはないね。でも逆に20代とかって自制心のなさを露呈してる感じだよね。まともな人なら自己コントロールしますよね。いや欲しいものには飛びついちゃう癖があって。この間 CB1000F 乗りで注文してなかった。 CB1300 の納車日がたまたま CB1000F の発表日で流れで注文したんでしたっけ。
いや偶然に偶然が重なって。20台とかあるとむしろイカレポンチ露呈してるから恥ずかしいね。大きな声で人に言える台数じゃないですね。いやそこは業者を装ってうまくごまかしてだね。ろくでなしなのバレてるからいい加減ちゃんとしてね。涼しくなったんでまとめて整理してください。うわ誰かバイクの整理手伝ってくれ。今回こちらの世界のペンタロウはバイクの整理にてんやわんやのようですが、そろそろ倉庫がいっぱいになってきているのでさすがに整理しないとまずそうです。よろしければ高評価、チャンネル登録、ハイプをお願いします。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。続く。